アグリのアパート、中。アグリ。狭く真っ暗な部屋のアパートの玄関の鉄皮をガチャリと開ける。ドアを開けた瞬間、眩しい光が暗い部屋に差し込む。アグリ。リンスともに眩しさのあまり目を細める。外に出て、リンスと散歩に出かける。アグリの新しいアパート、中。アグリ。引っ越しの荷物を引っ越し屋と一緒に運ぶ。引っ越し先のアパートの部屋の出窓には、春の暖かな日差しが、さんさんと注がれている。電車、中。アグリ。電車の長椅子に腰掛け、リンスが入ったキャリーを置いている。車窓から美しい山々の景色が流れる。駅、改札、外。アグリ。駅の改札を出て、コウタに電話する。アグリ。今、駅を出て、そっちに向かってる。5分くらいしたらいつものところで待っててくれる？コウタ、了解。霧島家の家のすぐ近く、外。アグリ。線路沿いの細い道を歩いている。コウタ、20メートル先の横道から現れる。アグリ。コウタに向かって手を上げ、合図した後、リンスをキャリーカーから抱き上げ、そっと道に下ろす。リンス、コウタに気づき、線路沿いの細い道を、コウタめがけて、まっしぐらに走っていく。コウタ、足元にたどり着いたリンスを抱き上げ、現れた方向にある霧島の家の方に向かう。リンス、コウタの顔を何度も何度もペロペロ舐める。アグリのアパート、中、夜。アグリ、51歳。カレンダーを見ながら、コウタ、25歳と電話で話す。アグリ、今月の土日がダメなら、来月はどうなん？それから来月の15日の月曜はどう？祝日やよ。コウタの声。今月も、来月もこれから、土日祝日はすべて勤務。当直が入るかどうかも、ギリギリまでわからん。アグリ、そうなんや？困ったな。コウタの声。おっさんに預かってもらえやんの？アグリ、そら無理やわ。第一、お父さんにリンスを預かってもらおうたら、母さんがリンスに会えやんくなるやんか。コウタの声。自分は、週末会いに行けるやん。アグリ、そんなん、土日はコウタもおらへんのに、お父さんの家に、お母さん一人で行けやんわ。お父さん嫌がるに決まってる。霧島家の家、玄関先、夜。コウタロウ、59歳。なんで、俺が、犬の面倒を見なあかんのや。アグリ、申し訳ないけど、なんとかお願いします。コウタがリンスに会えやんと、かわいそうやし、コウタの休みがまた土日に戻るまでの間だけ。コウタロウ、コウタが、はよ結婚して、リンスを引き取ったらええんと違うか？アグリ、そんな無茶言わんといてよ。まだ彼女もおらんのに。コウタロウ、どっちが無茶や。アグリのアパート、中、夜。アグリ、コウタと電話で話す。コウタの声、おっさん預かってくれるって。俺がなんとか頼んだったで。アグリ、お父さんよく引き受けてくれたな。お母さんにはあんなに陰険やったのに。コウタの声、おっさん、あんたの前では出さんけど、本当は、リンスのことすごい、可愛がってるで。いつも、めっちゃ大事そうに抱いてるし。アグリ、うっそー。アグリの家の近く、外、夕方。アグリ、リンスと毎日散歩で歩いた公園を一人で歩く。涙ぐむアグリ。公園は、夕暮れでセピア色に染まっている。霧島の家、中、夜。アグリ、55歳、リンスを抱きながら、心配そうに窓から外を眺める。コウタ、29歳。玄関の上がりかまちに腰掛けて、靴の紐を結んでいる。アグリ、本当に、お父さん今晩帰ってくるの？遅いん？コウタ、
10時ぐらいって言っとったで、あんたはそれまでに帰ったらええんちゃう。あぐり。そやな、そうする。今日は、ひでくんと水やんと、3人で飲むの？こうた。ああ。あぐり。確か、水やんは、25で結婚したよな。そしたら子供は、もう幼稚園ぐらい？こうた。さあ、俺も、結婚式以来やで4年ぶりに会うから知らんわ。あぐり。そっか、まあ楽しんできて。気をつけてな。また電話するわ。こうた。ああ、じゃあまたな。こうたがドアを開けて出ていく。あぐり。窓からコウタが出かけていくのを見る。あぐり。時計を見る。時計は午後7時15分前を指す。あぐり。そや、りんちゃん、お散歩に行こうか。あぐり。リンスを床に下ろし、リードを持ってくる。そして首輪とリードをリンスに装着し、リンスを抱き上げ玄関から出ようとする。ドアノブに手をかけようとしたその瞬間、ドアがガチャッと開き、孝太郎、63歳が現れる。孝太郎、驚いた顔をした後、すぐに怒りの表情を表す。こうたろう、何勝手に人の家に上がっとんのや。俺の家やぞ。あぐり。ごめんなさい。ちょっと上がらせてもらいました。こうたろう、そんなに犬に会いたいにやったら、犬を連れて行ったらいいやないか。あぐり。本当にごめんなさい。あぐり。深々と頭を下げ、孝太郎に謝る。こうたろう、そもそも、なんで、俺が、犬の面倒を見やなあかんのや。自由はなくなるし、旅行も行けやんし、なんで俺だけ犠牲にならんとあかんのや。あんたは、勝手なことばかりしていいわな。とにかくすぐ連れて行ってくれ。あぐり。勝手に人の家に上がったのは悪かったです。すみません。でも私が連れて行ったら、孝太がリンスに会えなくなるから、頼むからもうしばらく預かってくれやん。孝太郎、断る。本当に迷惑なんや。孝太が引き取れば済む話やないか。とにかく俺はもう預かれやん。すぐに連れて行ってくれ。あぐり。抱いていたリンスを床に下ろし、玄関に折りたたんで置いてあったカートを広げ、中にリンスを入れる。玄関の上がりかまちに置いていたカバンを持ち、リンスを入れたカートを玄関から出し、霧島の家を出る。駅までの道、外、夜。あぐり。カートを押しながら線路沿いの細い道を急いで、駅の方に向かう。